SDXL モデルでやっとそこそこの美少女が作れるようになってきたので、今日はいろんなキャラのイラスト生成をしていきたいと思いますよ。最近溜まっていた漫画を読んでいたので、その中からお気に入りをピックアップしてみますよ。それでは本日はこのような流れでいきましょう。まず最初に低スペック PC での動作環境の紹介、次にステーブルディフュージョンやコンフィ UI 等を簡単にインストールして管理でき、シビット AI から各種モデルやローラを直接検索、ダウンロードできる紙ランチャー、スタビリティマトリクスの紹介、続いて最近使用した XL モデルの紹介と可愛く生成できるプロンプト紹介、そして最後に漫画キャラをお楽しみください。ガンジーも全力で走り出すレベルで見たい方は前半はすっ飛ばして実写化会場に向かってくださいね。まず SDXL は要求スペックが高いとのことですが、私の使っている PC はスライムスペックなのですが、なんとか生成できています。こんな感じのスペックですね。同程度のスペックなら多分動くと思うので挑戦してみてくださいね。WebUI よりもコンフィ UI の方が使ってみた感じは動作が軽い感じがしましたが、私バカなので使い方は完全にはよくわかりませんよ。でも使ってみるとなんとなくわかると思います。まあとりあえず WebUI1.5.1 で使用してみて、だいたいリファイナーまで含めて 1024×1024 のサイズで1分10秒くらいですかね。アフターディテイラー込みだと1分40秒くらいで出来上がる感じです。XL モデルは品質系のプロンプト入れなくても高クオリティな画像が生成されたりするのですが、やはり違うチェックポイントを使わなければならず、今まで生成してきたような私的に超絶可愛い美女が簡単に生成できなくて困っていました。生成結果が可愛いのかどうかが最重要なので、まだ乗り換えられませんよ。イラスト系のモデルだと品質の高さが分かりやすいかもしれませんね。ちなみに引数にはこの辺を記述しています。いろいろ試したのですが、私の環境ではこの状態が一番いい感じな気がしましたよ。あとローラとかいろいろ XL 用と分かれているので、 WebUI の環境は XL 用に新しく分けて構築しといた方が分かりやすいですよ。そこで WebUI を別枠で新しくインストールしたりするのなら、すごい便利なランチャーをディフュージョンラボさんが紹介していたので使ってみたのですが、控えめに言って紙ランチャーでした。ステーブルディフュージョンや SD ネクスト、コンフィ UI 等をワンクリックで構築できるようです。インストール方法はディフュージョンラボさんの動画を参考にしてくださいね。 WebUI とかコンフィ UI を選択してボタンをポチクリするだけで全部インストールして構築してくれるみたいです。こんな感じでスタビリティマトリクスのフォルダ内のデータフォルダ内にモデルスやパッケージズというフォルダがあるのですが、インストールされた WebUI などはパッケージズフォルダ内にこのように格納されています。これは皆さんの見慣れたフォルダだと思います。この中のモデルスフォルダを開くと、各モデルやローラ等のフォルダがデフォルトでシンボリックリンクになっており、データフォルダ直下のモデルスフォルダ内を参照しています。そこにダウンロードしたチェックポイントやローラが格納されますよ。つまりチェックポイントやローラなど使い回したいファイルは WebUI インストールフォルダ外で最初から管理するように構築してくれます。またランチャー内のモデルブラウザをクリックするとサーチ画面が出てくるので、ここで各モデルやローラ等をシビット AI へ行かなくても検索、ダウンロードできます。モデルタイプでカテゴリーのソートもできます。例えば検索欄に XL と入れて検索すれば XL 用のモデルやローラが全部出てきますよ。出てきたサムネイル下のインポートレイテストをポチクリすればダウンロードの開始です。そしてダウンロードした各モデルやローラ等はここのチェックポイント内からもアクセスできますよ。ここでは右上のカテゴリーから表示させるものを選択することができます。モデルスフォルダーをクリックすると格納場所のフォルダが開きます。このランチャーからダウンロードしたファイルなら
JSON ファイルでいろいろ紐付けされているので、カーソルを合わせるとサムネイルが出たり、右クリックしてオープンオンシビット AI からダウンロードページへアクセスできたりと、バチクソ便利なランチャーとなっていますよ。あとセッティングスからランチャーの色を変えられますのでお好みでどうぞ。では今回の使用モデルを紹介しますね。チェリーピッカー XL という 3D 系のマージモデルです。単純にサムネが可愛かったから選びましたよ。ではこのモデルでどのような画像が出るのかを試してみます。ベースとリファイナーのステップはそれぞれ20、メソッドは DPMSDE カーラスでいきます。まずは単純なプロンプトで様子を見てみましょうか。そうですね、カジュアルな服装の細身の女性が腰に手を当てながらリンゴをかじっている写真と入れてみましょう。ネガティブプロンプトはこんな感じで、だいぶ細かく攻めていますが、却下却下。我々はこんなの求めてないですよ。ウーマンが原因ですかね。ガールに表現を変えてみましょう。ちょっとマシになってもいないかな。若くて可愛いを入れてみましょう。なんとなく年齢が若く見えるような、見えないような。根本的にこのプロンプト構成がダメなんですかね。フォトグラフとセクシーキュートガールを追加してみましょう。ちょっとあんまりいい結果が出ないので、ワイルドカードでポーズやアングルや服装や髪型をランダムに入れてみますよ。ついでに巨乳を忍ばせます。突然顔が変わったのだ。どういうことなんでしょうね。プロンプトが増えたのでそれぞれの要素の影響力が薄まったとかですかね。それか最初のプロンプトは英語の文法で書いたから外国人っぽい顔つきだったのですかね。よくわかんないけどマシになってきたので追い込みますよ。ワイルドカードでさらにカラーのプロンプトと何々している的なプロンプトを追加してみました。はい、ジェネフォー。なるほどなるほど。なんとなくチェックポイントのサムネの雰囲気はありますね。ちなみに最初に記述した英文プロンプトなしの生成結果がこちらです。あまり変わらないですね。じゃあ別に影響してたわけじゃなさそうですね。しかしなんかこう、もうちょっと追い込みたいですね。もう少しハーフ寄りにしたいので、このローラをウェイト 0.35 ほど混ぜ混ぜしちゃいましょう。はい、ジェネフォー。最初と比べるとだいぶ好みの生成結果になってきましたね。このチェックポイントは少し気の強そうな感じの顔になる傾向があるかもですね。そんな感じがしますね。こんな感じの生成画像が作りたい方はこのチェリーピッカー XL はどうでしょう。最初に品質系と描画対象のプロンプトを入れて、ブレーク巨乳、ブレークからのポーズ、アングル、服装、髪型で最後にこのローラを 0.35 で仕込めば似たような生成結果になると思いますよ。プロンプトの記述順なども生成結果に影響するので、あくまで今回の作例はこのような順番で記述しましたということですよ。ご自身の好きなようにプロンプトを組んでくださいね。多分品質のプロンプトやここに入れてるカラーテーマのプロンプトはいらなかったかもですね。では漫画キャラ生成に挑戦していきましょうか。いろいろなプロンプトやチェックポイントを試してみましょう。ってことでいろいろやってみましたよ。はい、ジェネレート。ふむふむ、なかなか難しいみたいですね。姉様、タイムイズマニーです。これを使ってください。じゃ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 ーん。これはタガーとコントロールネットですね。それでは行ってみましょう。タガーで参考画像からプロンプトを解析してコントロールネットの機能を使って寄せていきますよ。スライム PC のため時間かかるので普段はコントロールネットは使わないのですが、イメージトゥイメージである程度寄せてからシャッフルやレファレンスオンリーとかで雰囲気を寄せる程度に使ってます。この生成画像はイメージトゥイメージで寄せただけになります。それでは 2.5 次元のリリサのキャラ天野リリサを実写化してみたのでお楽しみください。天野リリサ、幼い頃から漫画の女の子の衣装に心を惹かれ、大好きなリリエルへの愛をコスプレで表現する女の子ですよ。恋愛に
は鈍感ってこと。コスプレをしていない時はメガネっ子であり、おっとりした天然ゆるふわな女の子なのですよ。先輩と呼ばれるマンケンの部長奥村がカメラマンとしてペアを組んでコスプレをしており、周りを取り巻く数々の美少女たちと共にコスプレへの愛を表現していくというストーリーになっています。リリエルとは作中に出てくるアッシュ戦記と言われる漫画の登場キャラであり、勇者アシュフォードと共に魔王軍と戦う王道ファンタジーという位置づけになっています。リリサと奥村はこの作品の大ファンであり、共に大好きなリリエルを表現するためにリリエルコスのロムを出すべく奮闘しています。全巻持ってますよ。ちょっと最近忙しくて読めてなかったので最近まとめて読破しました。私単行本で読んでいるのでネタバレ厳禁ですよ。今はデジタルで買った方がお買い得だったりするので、キャッシュバックとかポイント何倍的な時にまとめ買いしたりしてますよ。ここまで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよかったらお願いしますね。